こんにちは。今回は皆さんの、水彩画の制作における悩みや質問に答えていくという企画をやっていきます。では第1回目のお悩みは、お安めの画用紙を購入して水彩絵の具で描くのですが、にじみぼかしがうまくできませんというお悩みです。紙は何を使っているか教えていただいたんですが、こちらのマルマンから出ているドローイングブロックという紙と、ビファールの水彩紙を使っているそうです。紙について私なりの考え方を先にご説明したいと思います。これが紙1枚の紙です。断面図だと思ってください。はい、でここにお水で溶いた絵の具を入れます。でどうなるかと言いますと、この絵の具がですね、この紙のここまで絵の具が入るという感じになりますね。こんな感じで絵の具が入ります。はい、でそうすると今度次にもう一色上に絵の具をのせるとなるとどうなるかと言いますと、まず絵の具がここら辺まで一回入ってくれてるので、次の絵の具はこの上にのせることになります。はい、となりますね。でそうすると、ここの絵の具と絵の具がぶつかったここの部分ですね、間のここが、水彩絵の具の場合はお水をつけると溶けるので、ここが溶けるんですね。溶けます。溶ける。で溶けるとなると、結局こことここが混じり合いますので、濁ったり違う色が生まれたりというふうになるわけです。またもう一色上に絵の具をのせるとなると、もう一色ここにのせるとなると、ここのところとここのところですね、ぶつかっているところが今度は2箇所絵の具が溶けてるわけですね。そうするとここの部分で溶けていて、さらにまたここに上に乗っけて溶けていてっていう風にだんだんと濁ってくるんですね。濁る。はい。となります。これが、基本的な紙の仕組みです。で、今度はこれが水彩用紙になるとどうなるかというと、水彩紙っていうのは、これが普通の水彩紙ではない紙だと思う、紙の説明ですね。水彩紙はこれがだいたい最低でもですね、2層ぐらいになってると思ってください、イメージ的に。でそうすると、一回絵の具を入れた時に、この絵の具がここで止まるわけではなくて、この奥まで行きます。ここまで絵の具が入ると思ってください。でそうすると、今度は色重ねましょうってなった時に、今これここまでになってますので、今度違う色を重ねた時には、今度ここになっています。はい。そうすると、はい、こことここがぶつかってるんですけども、紙なんですよね、ぶつかってるところが。に紙が挟まっていますので、ここが溶けはしない。混ざりはしないという感じになります。なので、ここのところの、混ざり、結局お水なので、これが一番もっと奥まで入ってしまえば混ざるんですけども、一応今回説明として、ここまでで止まるという、イメージで捉えてください。そうすると、この色とこの色のここ混じってないので、この色も透けて見えてますし、この色も上に見えているということになります。はい、じゃあ今度これを次の3つ目の絵の具の場合はどうなるのとなると、
ではここに入れます。そうすると今度は1個ここに入ってますね。で、今度ここに最後の色を乗っけた時にはここなんですね。はい。で、初めてここで絵の具と絵の具同士がぶつかりますので、ここで何か濁ったりだったりとか違う色になったりというわけで、ここが溶ける部分となります。はい、そして、はい。水彩用紙が、これ今2層なんですけど、3層の水彩用紙。どういうことが起きているのってなると、もうね、大体わかると思うんですけれども、はい。これが、ここまで入ります。はい、そうすると、今度の色が、はい、ここ。じゃあ、ここですね。最後は。そうなると、ほぼほぼここでぶつかり合ってないわけですね。こことここが。紙がこう、間に入ってくれてるので、かなりぶつかりが少ない。でそうすると、ここのとこで濁ったりということが起きなくなります。はい。こんな風にですね、捉えていただくと分かりやすいかなとは思います。はい。で、それで、もう見た感じだと、まず、これの違いは、紙の作りの違いですね。層を何層も厚く作られている紙。で、やはり、これ1層だと、まず安くなります。安いんですね。安価になってきます。で、こっちになってくると、今度、高価になってきます。そうですね。層という感じです。で、これは層がこういう風になってくるので、厚みもまた変わってきます。こっちの方が厚いんですね。はい、で、こっちの方が薄くなります。紙の、厚さですね。はい。でよく皆さん 300g とか 130g とか言って、紙の、重さ、1平方メートル、一つの、四角の中の、紙の重さが、載ってると思うんですけれども、今これリファールの、紙ですね。こちらは水彩紙なので、いろいろ細かく書いてあるんですけども、見ていただくと、ここですね。1平方メートルが 242g あると。だいぶ厚いとなっていますね。はい、見た感じでわかります。厚みが、ありますので、厚いですね。アップですけど、こちらも、水彩紙ではポピュラーな、ウォーターフォードという紙です。こちらもここを見ていただくと、1平方メートルあたり 300g ありますよと、だいぶ厚くなりますね。水彩紙だと 300g が結構基本になってきますね。となります。はい。ですので、まず厚みがだんだん厚くなってくるっていうこと。それから、こうね、複雑な作りになってますので、高価になってくる。という風になっています。それと、もう一つが最大のですね、多分最大だろうなと思う違いなんですが、ちょっと私、木のものなくてお皿なんですけど、はい。コットンですね、綿。これで作られている紙と、木材パルプといって木ですね。木の、パルプで作られている紙。この違いもあります。で、これはもう、これにお水を含ませたらどうなるかってわかると思うんですけど、奥までガッとシュッと入ります。で、木材パルプの方は、あまりお水が入らないという風な感じですね。はい。で、これを当てはめていくと、この3層になっている、これは、どちらかというと、コットンですね。綿の質のものが多いですね。で、こっちだと1枚となってくるので、木材パルプの紙が多くなってくるかなと思います。これ混ぜ合わされてる紙もあります。木材と綿がね、混ざってるっていうのもね、ありますね。はい。じゃあこれが基本的な紙の性質だと思ってください。ではこれに当てはめてみましょう。そうすると、こちらのドローイングブックはですね、これだと思ってください。一層ですね。で、厚みもないですね、ほとんど。ペラペラしてます。で、こちらは、そうですね、リファールは、そうですね、一応ね、これ、コットンではないんですね。木材パルプの紙ですので、
木材パルプで層をこう厚くしてるっていう感じです。なので、当てはまるとしたら、ここあたりかなと思いますね。2層あたりっていう風に考えてください。どれだけ絵の具を吸い込んでくれるかとなった時には、ね、やっぱりこっちで、こっちの方がいっぱい入りますよと。で、濁りづらいですよっていう風になります。では、ですが、やっぱりこの紙たちでいい絵を描きたいなという時は、どういうことをすればいいのかっていうと、はい。じゃあ今度ですね、乗っけてるこの絵の具の数の方を見てみましょう。そうすると、紙はもうこれですよね。2つ乗っければ溶けるわけです。濁ります。で、3つ乗っければ絵の具をもっと濁るわけですね。ということは、絵の具を重ねなければいいとなります。これちょっと気をつけなきゃいけないポイントとなりますね。なので、1回で明るいところ、暗いところ、固有色の色などを、作っていくということになります。こちらですね。はい。で、ビファールの場合は、2層ぐらいあるとイメージで考えると、1回、2回は重ねられるんだなということがわかります。で、ここをしっかり、把握しておくってことですね。2回ぐらいで終わらせる。こっちはなるべく1回で書くようにする。っていう風にします。なので、まずあんまり重ねないってことですね。層が厚い紙、先ほどのウォーターフォードとか、そういう紙はある程度3層ぐらいは重ねられますよということがわかります。はい。で、あとここで、間違ってはいけないのが、ウェットインウェットとウェットオンドライの話ですね。今度は技法の話になってくるんですけども、ではですね、重ねる、重ねないの技法の話をしたいと思います。せっかくですのでね、この紙使います。はい、では、まず、絵の具塗ります。はい、この色が濡れているうちに他の色を入れる。これウェットインウェットという技術なんですけども、これは重ねていることにはなりませんので、そこちょっとね、気をつけてください。この赤い絵の具が濡れているうちに今、ウルトラマリンのね、青を入れたんでですね。なので、紫になってるわけですけども、これ1回なんですね。ですので、これだったら綺麗にいくわけです。で、次は、重ねるって方ですね。ですので、これで考えると、今行っているのは、これ2色入ってるんですが、やっていることはこれなんですね。1回だけ。はい。じゃあ今度は、重ねるって方ですね。こうしといて、で、このドローイングブック、木材の紙なんですね。で、木材の紙って乾くのすごく早いんですね。層が浅いので、すぐ乾きます。で、ここもちょっと気をつけなきゃいけないところですね。乾くのが早いということです。ちょっとだけ置いておくと乾いてきますので、はい。もう端っこの方乾いてきましたね。で、ここにですね、はい。じゃあ、ウルトラマリンをこんな風に溶いて、はい。ちょっと待ちましょうか。はい。では、だんだんね、乾いてきました。この辺ちょっと濡れてるんですけども、絵の具をね、入れます。ウルトラマリンを上から入れます。はい。でこれは、重ねているということになります。なので、こっちになりますね。で、ちょっと見ててください。はい。今、下の赤の色を溶かしてるんですね。上の青の水分が。なのでね、ちょっと白っぽくはけていきます。これ、重ねてますので、これはね、ドライと言いますね。ウェットオンドライという技法になります。はい。これが結局、この溶けてしまうってところが、濁るんですね。これ今2回なんでまだいいんですけども、この上に3回目乗せてくると、せっかく乗っけた下の色から全部溶け始めるので、そして混ざるので濁りやすくなります。ですので、こういう水彩画用紙ではない紙を使うときには、1回で書く。ドライでで
ですね。まあ、2回でですね、やっていくって感じになります。はい、で、あとはですね、この紙使うときは、もう水っぽい絵の具で描かないで、まあ、ちょっとイメージ的に油絵みたいな感じですかね。こういうふうに水っぽくしないで、まあ、結構絵の具をそのまま乗っけていくって感じですね。で、そうすると、ここ溶けるのは、ここ水分なんですね。溶けるのは。ここに結局水分があるから溶けてしまうわけなので、この水分さえなければ溶けないんですね。絵の具だけを乗っけてしまえば。なので、こういう紙の場合は、あんまり絵の具、まあ、それこそぼかしとか、にじみとかは使わないで絵を描いていく場合は、この紙でいいと思います。ですが、これを、にじみぼかしでやるとなると、濡れているうちにですね、どんどん入れて、1回で絵を描いていくというのが、まあ、コツになっていきます。結構難しいことしてるってことなんですよね。この紙にぼかしとかをするとね。はい。とは言いながらもやっぱりですね、ぼかしとにじみをこの紙でやりたいということですので、ちょっとね、どういうふうにするか。じゃあ、ポイント、ちょっと上手に書く方法をちょっと一緒に考えていきたいと思います。はい。では、サンプルで風景をね、1枚描いてみたいと思います。簡単な風景なんですが、なるべくにじみぼかしをね、使いながらやりたいと思います。はい。では、なるべく濡れてるうちにやりたいので、水が入る筆ですね、を選びます。イエローとサップグリーン。でこれをお水が少なくしてしまうと次の色が入れられなくなりますので、ちょっとお水がね、多めです。で、ここにベッドインベッドでサップグリーンをですね、にじましていきたいと思います。明るいところと、中間あたりですね、それを一気にですね、入れちゃいましょう。あと1回だけ重ねる、まあ、チャンスがあるって考えると、それはね、やっぱり影として入れたいなと思いますので、ちょっとね、ここで一気に絵を作っておきますよ。明るい部分と中間ぐらいの色ですね。はい。こんな感じで入れときます。これがウェットインウェットです。で、これが中途半端な乾きの時に絵の具を入れてしまうと、まあ、こっちみたいにちょっとこう剥げてしまったりするので、これしっかりね、乾かして固めるっていう感じですね。はい。じゃあ今度遠くの方、サップだと、甘いですかね。サップグリーンとイエローカーをちょっとここに足してあげて渋くします。あとちょっと青も足します。じゃあこれもね、遠くに入れます。で、これもちょっと変化をつけて点々入れておきましょう。はい、じゃあ次、空ですね。で、先にお水を引くというね、やり方がありますね。ウェットオンウェットですね。っていうのがあるんですけど、お水を引く分には、これと違ってですね、ここに水分を、ただ、何でもない水分を入れても、ここで重ねて溶けるっていうことはないですので、水分は全く入れていただいて構いませんので、これは一色って考えないでください。で、お水引いておいて、ここにですね、にじませるというね、いつもやる、ウェットオンウェットのやり方ですね。はい、でこれセルリアンブルーです。お水が乾かないうちにね、しっかりバーッと入れましょう。ですので、お水の量、気をつけてくださいね。筆に入っているお水の量とお水引く量ですね、をちょっとちゃんとコントロールしてやります。
はい、じゃあちょっと青濃くしてあげて急ぎます。濡れてるうちです。100% 濡れてるうちに絵の具入れます。であんまり怖がってると薄い色で何度もってなっちゃいますので、しっかりね濃く入れてあげてください。ちょっと変化つけますね。遠くの方ちょっと紫でも入れてみますか。はい。じゃあ葉ですね。木をね塗っていきましょう。グリーンと黄色からいきますかね。これちょっとお水引かないでいきますね。いつも通り点々とします。でもこの点々もやはりお水結構多めですね、今ね。で絵の具も、お水も多くです。水だけだと薄くなってしまいますので、しっかりと絵の具の量もですね濃くしてください。でここに、次の色入れます。青をね入れて、緑の色ですねにしてちょっと入れますね。ちょっと鮮やかすぎますかね。少し暗くしましょう。渋く暗くします。イエローカー出します。でこれがまたここでも広がりすぎないようにちょっと気をつけましょう。でここで下の色がしっかり残るようぐらいでねやってください。でこれ今重ねてるようですけど、これは先ほどの話で重ねてません。これですね。インウェットで色を差し込んでるって感じです。まだ1層しか絵の具が入れてないと思ってください。はい。では、一旦ここで止めますね。で、ここまでで何をしているかというと、これをしました。ですので、次、これなんですけども、今度溶けますので、細心の注意を払うということになります。で、中途半端で、乾きが中途半端で入れると溶けやすくなりますので、ここでしっかり乾かします。ドライヤー使ってもいいですし、木材パルプなのですぐ乾くので、ちょっとこのまま待ちたいと思います。はい。ではですね、乾きました。ではですね、この上に色をね、重ねていきます。ここのとこ溶けますのでね、気をつけながら入れます。で、筆なんですが、筆にもいろいろありますね。お水の入る量を見て、あんまりお水がたくさんあると、溶けやすくなりますので、お水が全然入んないのが、このね、ホルベインのリセーブル。ナイロンよりは入るんですけどね。はい。で、これはちょっとお水の量多そうですもんね。じゃあ、この、イタチの毛なんですけど、これでやってみますか。はい。じゃあ、2層目は、影をね、つけていくという感じでやります。じゃあ、サップグリーンだったので、ここに青と赤混ぜて、緑をね、暗い色を作って、で、これをちょっと入れていきます。では、これを入れていきます。この色を、お水を引いたりはね、もうしません。ここからお水引くと溶けますので、上に乗せていくという感じですね。このぐらいのお水の量なら、下が溶けないって感じです。でちょっと薄いので、もう少し濃く作りますね。影としてね入れていきます。でこの中にもね入れていきましょう。ちょっとお水で少しぼかしてみますね。ぼかし気味でこう入れてみて、ちょっとここぼかしてみます。であんまりやはりお水がたくさんあると下の色をね拭ってしまう、こう取ってしまうので気をつけながらですね、優しく筆寝かせながらぼかすという感じですね。これもちょっとエッジが強いので少しぼかします。下の色まで
拭わないようにちょっと気をつけて。はい。ではもうちょっとね、この中にも入れていきます。水の量がちょっと多いとですね、すぐこんな風に色が剥げてきますので、ちょっと気をつけてくださいね。筆をグッと強くしないで寝かせて優しくっていう感じです。空もちょっと濃くします。セルリアンブルーと、ちょっと赤すぎですね。ちょっと色を濁らせて、雲をね、強調してみましょう。周りですね。優しくぼかす水でですね。じゃあ木の幹ですね、塗ります。これはね、塗ってないので1層目なので濁るってこともねないですね。ちょっと枝を描いて、はい、こんな感じになります。で、これを乾かしてもう一回塗るとなった時には、もう少しね暗い色入れたいなとかいう時は、これが起きます。今ねやる3回目の色をのせるってことになりますので、濁りやすくなるので、それは承知の上でですね、ちょっと暗い色はね濁ってもいいと思いますので、ただこういう本当にベースになっているところにさらに色を加えるっていうことはあんまりしない方がいいと思います。もう濁っていって汚くなっていくのみなので、もうここでこの絵は終わりという感じですね。で、濡れてるとこだったらちょっとこんな感じで入れていただいてもいいと思いますので、ちょっと暗い色を入れるとすると、こういうねちょっとのところ、一番影のところとかだったら暗い色入れても全くおかしくないと思うんですけども、ね、明るい色をもう一回入れるとなるとやっぱり濁るかなと思いますので、ちょっと気をつけてください。で、あとこのこの層のね薄い紙のいいところはですね、紙に絵の具が奥まで入っていないので絵の具が拭いやすいんですね。そこが利点でもあります。じゃあですね、このナイロンの筆ですねでお水だけをつけて、絵の具を取るとなった時にね、簡単に絵の具が取れます。スッとこんな風にね綺麗にね取れちゃいます。なので白いとこもうちょっと増やしたいなっていう時はこうやって触ってしまえば簡単に絵の具が取れてしまいます。逆に層が厚い何層もある紙の方がリフトアウトはしづらくてですね、奥まで絵の具が入ってますので、はいとなります。のでこう表面上で絵の具が止まってますので、
ぼかしがね、綺麗にできるんですね。といういいところもあります。とにかくね、こう塗れば塗るほど、なんかこう、白くね、剥げてしまったりとかして、おかしくなってきますので、そんなに追わないことが大事ですかね。となります。はい。じゃこれが、このドローイングブックですね。です。鉛筆で下書きをして、絵の具を、1層2層軽く塗って終わりにするというのを、イメージしていただければいいなと思いますね。そういう紙になってると思います。はい、で、このビファールの方は、この紙よりも先ほど最初にね、ご説明した通りに、2層ぐらいあると思っていただいて、もうちょっと色重ねられます。あと1回、2回ぐらいは、ね、重ねられますので、という感じになります。はい。じゃあ、ビファールの方は、あと他の絵で、使いたいと思いますので、今回はこれで終わりにしたいと思います。参考にしていただければ嬉しいです。